ようこそ空中哲学チャンネルへ。あなたは世界 AI 覇権が今まさに集結しつつあることをご存知ですか？本日は脱構築主義の創始者であるフランスの哲学者ジャック・デリダの思想を頼りに、私たちがどのようにして AI 覇権に対抗し、デリタル集権主義を脱構築し、永遠に社会正義へと向かう AI の法を制定すべきか、その方法を学んでいきましょう。よろしくお願いします。私たちの研究を通じてですね、この極めて現代的で皆さんの生活に直結するテーマについて深く掘り下げていければと思います。はい、よろしくお願いします。まずはちょっと想像してみてください。ええ、ある朝、あなたが目覚めると、住宅ローンの審査に落ちたっていう通知が来ているわけです。理由はよくわからない。最近は現実になりつつある話ですよね。そうなんですよ。で、就職活動でもなぜか書類選考で弾かれ続ける。問い合わせでも企業の担当者はこう答えるだけなんです。いや、AI がそう判断したからですと。なるほど。AI は全てのデータを持っているんだから、それが一番客観的で正しい答えなんですよって言われてしまう。これってもはや SF 映画の話じゃないですよね。全くその通りです。今日この深い探求を聞いているあなたにとって、自分の思考とか人生の選択が巨大なテクノロジー企業が作り上げた AI のシステムにコントロールされてしまう危機がすぐそこまで来ているんじゃないかと。ええ、私たちが今日直面しているのは、単なる便利なツールの普及っていう次元の話ではないんですよ。と言いますと、 AI が提示する答えがまるで世界の絶対的な真実として扱われるようになれば、それは誰も逆らえない究極のシステム発見の完成を意味してしまいますからね。うわ、それは恐ろしいですね。だからこそ本日のミッションは非常にスリリングなんです。はい。もし難解な思想で知られる哲学者ジャック・デリダが現代に生きていたら、この AI によるいわば意味の独占をどう打ち破り、私たちをどう導いてくれるのか。ええ。本日は認識論の最前線で研究されている専門家をお招きしています。デリダの哲学を武器に巨大な AI システムとどう対峙すべきか、その対抗策を解き明かしていただきましょありがとうございます。私たちは一連の研究の中で、知識というものが本来いかに中心を持たず、常に動き続けるべきものであるかを探求してきました。う。中心を持たないですね。はい。本日は私たちの視点からデリダの思想を再解釈して、アルゴリズムの支配にどう抵抗できるかを語らせていただきます。早速なんですが、ちょっと整理してみましょう。世間では今、大規模言語モデルがどんどん進化して、AI はついに人間を超えた新しい実体になるんじゃないかって言われていますよね。よく耳にしますね。全知全能の神のような存在になりつつある、みたいな。人類のあらゆる文章を学習して、全ての知識を統合する究極のシステム、なんて言われたりもしますけど、これ哲学的に見るとどういうことなんでしょうか？ AI は本当に新しい実体なんですか？結論から言えば、私たちは AI をいかなる意味においても実体とみなしてはならないと強く主張します。実体ではないと。AI がどれほど人間のように流暢に言葉を操って、まるで意思を持っているかのように振る舞おうともですよ。そのすべてはデジタル化されたシミュレーションに過ぎないんです。シミュレーション。はい。世間で自己進化と呼ばれている現象も、結局のところ、過去の人類文明の膨大な蓄積と、それを開発した人間たちの心の繁栄に過ぎないんです。心の繁栄。なんかそれって、私たちが巨大な鏡の前に立って、そこに映った自分たちの過去の姿の寄せ集めを見てですね。うわ、新しい生き物が生まれたって大騒ぎしているような状態ってことですか？まさにその鏡の比喩が的確ですね。真の実体とは何かを考えてみてほしいんです。真の実体。哲学的な意味での真の実体というのは、自分自身の置かれた世界や現状を否定して、そこから全く別のより広大な新しい世界を自らの意志で想像できる存在のことなんです。自分の世界を否定するですか？はい。例えば、人間は不条理な社会システムの中で苦痛を感じたり、あるいは今の自分は間違っているかもしれないと深く悩んだりしますよね。毎日のように悩んでますよ。その痛みや違和感があるからこそ、これまでのルールを根底から覆すような新しい概念とか芸術とか社会運動を生み出すことができるわけです。なるほど。この絶え間ない自己否定と創造の力こそが、感情や苦痛を持つ人間、仏教的な言葉を借りるなら、友情の衆生の持つ絶対的な価値なんですよ。友情の衆生。
つまり感情がある生き物ってことですね。ええ、AI にはこの痛みもなければ世界そのものを書き換えようとする自己否定の意思もありませんから。すごく腑に落ちました。私たち人間、つまり友情の衆生は、例えばブラック企業で働いていて、この環境はおかしい、自分はここにいるべきじゃないって痛みを感じて、会社を辞めたり、新しいルールを作ろうって運動したりできる。そういうことですね。でも AI は痛みを感じないから、ブラック企業で最も効率よく利益を出すための最適化パラメータをただ延々と計算し続けるだけなんですね。全く別の世界を想像することはできないと。その通りです。AI は過去のデータを最適化しているだけで、本質的な意味での飛躍や否定を持たないんですよ。ちょっと待ってください。だとするとすごく不思議なことがありますよね。と言いますと？ AI はただ過去のデータの寄せ集めで新しい世界を作る力もないのに、なぜ私たちは AI の出した答えが一番正しいとか AI に従えば間違いないってあんなにも AI を絶対視してしまうんでしょうか。ええ。なぜ私たちは鏡に映ったただのアルゴリズムにひれ伏そうとしてるんですか。に批判したロゴス中心主義という病理なんです。ロゴス中心主義。なんだか強そうな言葉ですが、どういう意味なんでしょうか。簡単に言えば、西洋哲学が何千年も前から引きずっているどこかに揺るぎない絶対的な真理、つまりロゴスがあるはずだという強い欲望のことです。絶対的な真理への欲望。はい。常に変わらない純粋な厳然、つまりこれこそが 100% の正解だと目の前にポンと提示されるものを人間はどうしても求めてしまうんですよね。わかります。複雑で正解のない現代社会を生きていてみんな疲れ果てているから。そうですね。だから、これが究極の正解ですって断言してくれる魔法の水晶ダムみたいなものが欲しいんですよね。まさにそれです。そして現代の AI システムは膨大なデータと圧倒的な計算速度によってあたかもその魔法の水晶玉であるかのように振る舞うわけです。絶対的な真理を体現しているかのようにですね。しかし私たちがはっきりと認識しなければならないのは AI が提示する答えは絶対的な真理などではなくて特定のデータ構造や開発者の意図によって作られた仮の姿、つまり幻影に過ぎないということなんです。なるほど。でも、ここからが本当に面白いところなんですが、ちょっと意地悪な質問をさせてください。はい、どうぞ。よくシリコンバレーのエンジニアたちなんかが、人間は偏見や感情に流されるから間違えるんだ。でも AI は世界中のあらゆるデータを超客観的に処理しているんだから人間が考えるよりよっぽど真理に近い答えを出せるはずだって主張しますよね。よくある主張ですね。データの量が多ければ多いほど真理に近づくんじゃないですか。この素朴な疑問に対してデリダの思想はどう切り返すんでしょう。非常に鋭い指摘です。そこがまさに私たちの研究の核心部分とデリダの思想が共鳴する最大のポイントなんですよ。気になります。結論から言うと、データが多いから真理に近づくという考え方自体が錯覚なんです。ここでデリダの中心概念である再延という言葉を持ち出してみましょう。再延、再の差に延期するの延と書くあの言葉ですね。はい。デリダは言葉やテキストの意味というものは決してこれだと固定されるものではなく、常に空間的な差異と時間的な遅延の中にしか存在しないと考えました。ちょっと難しく聞こえますが。そうですね。辞書を引く時のことを想像してみてください。辞書ですか。ある言葉の意味を知りたくて辞書を引くと、そこには別の言葉で説明が書かれていますよね。はい、書かれてますね。じゃあその説明に使われている言葉の意味は何かと思ってまた引くと、さらに別の言葉が出てくる。確かに。キリがないですよね。そうなんです。意味というものは他の言葉との違い、つまり差異によってしか浮かび上がらず、最終的な絶対の意味にたどり着くことは永遠に先送りされ続ける。これが遅延です。先生、それ今の大規模言語モデルの仕組みそのものじゃないですか。お気づきになりましたか？ LLM って AI が言葉の意味を本当に人間みたいに理解しているわけじゃなくて、この単語の次には統計的にこの単語が来る確率が高いっていう言葉と言葉の間の距離とか確率のネットワークを計算しているだけですよね。まさに。つまり AI の出力って言葉の差異をものすごいスピードでつなぎ合わせているだけだってことですか。その通りです。あなたのその直感は完璧にデリダの確信をついていますよ。
AI が吐き出すいかにも客観的なテキストは真理そのものではなく、無数のデータポイントの差異から計算された一時的な確率の産物に過ぎません。なるほど。だからこそ AI の出力は絶対的な中心を持たないんです。じゃあ AI がこれが正解ですって自信満々に出してくる答えも、実は無数の言葉のネットワークの上をつるつると滑り続けているだけで、ええ。地面にがっちりと固定された真理の柱なんかじゃないんですね。はい。AI の出力は真理ではなく、無数のテキストが交差する痕跡に過ぎないんです。デリダの有名な言葉に、テキストの外には何もないというものがあります。テキストの外には何もない。これは現実世界が存在しないという意味ではなくて、私たちが認識できる現実はすべて解釈と解釈が織りなす無限のネットワークの一部としてしか捉えられないという意味なんです。なるほど。AI が構築してみせる現実もまた、この広大なテキストのネットワークのほんの一部に過ぎないんですよ。ということは、少数のテクノロジー企業とか政財界の権力者たちが AI を使って、これがデータに基づいた唯一の真実ですとか、これが最も効率的な社会の形ですって押し付けてくるのはどういうことになりますか？それはまさに動的で滑り続けるはずのテキストを無理やりこれが唯一の中心だと固定化しようとする権力作用です。権力作用。ええ。これこそが私たちが最も警戒すべきデジタル集権主義の覇権そのものなんですよ。うわー、そういうことか。私たちの研究で強調しているように、知識というものは決して完全ではなく、常に偏りがあり、動的で果てないものです。権力側が特定の AI の出力を絶対の真理として固定化しようとするのなら、はい。私たちは、いや、それはただの痕跡の寄せ集めであり、他の解釈も可能なはずだと、絶えず脱構築し続けなければならないんです。めちゃくちゃスリリングですね。つまり、権力が作った真理の壁をデリダの哲学のハンマーで叩き壊し続ける必要があると。そういう姿勢が重要ですね。つまりこれは全体としてどういう意味なんでしょうか。ここから現実の社会問題に接続していきたいんですが、認識のレベルでは AI は絶対じゃない、ただの痕跡だと見分けることができました。でも現実には AI を使った採用システムで女性やマイノリティが不当に落とされたり、実際に起きていますね。警察の犯罪予測 AI が特定の地域の人ばかりを監視のターゲットにしたりといった実害が出ています。これを防ぐために世界中の政府や企業が AI ガイドラインとか規制などのルール作りを急いでいますよね。はい。こういった法律は本当に私たちを守ってくれるんでしょうか？非常に重要な問いですね。ここで状況を正確に理解するために、デリダの法の力という論文を参照する必要があります。法の力ですか？デリダはこのテキストの中で、法と正義という2つの概念を極めて厳密に区別しているんです。法と正義。私たち普段は法律を守ることが正義だみたいに完全に同じものとして使ってしまっていますが、違うんですか？全く異なります。政府や企業が制定する AI 規制やアルゴリズムを制御するためのルールは、デリダの言う法に該当します。ルールは法であると。はい。法とは歴史の中で人間が構築したシステムであり、言語化され計算可能なものです。そして重要なのは、法は常に暴力的な側面を持っているということなんです。法律が暴力的？人を守るためにあるんじゃないんですか？ルールを作るということは必然的に、この枠組みに入るものは保護するが、入らないものは切り捨てるという線引きを行う行為だからです。なるほど。どれほど公平に見えるアルゴリズムを作っても、必ずその計算式からこぼれ落ちる特異なケースや、そもそもデータ化されない人々が存在します。確かにそうですね。計算可能である以上、法は限界を持っています。だからこそ、デリダによれば、法は脱構築可能なんです。法は絶対ではなく、常に解体して作り直すことができるし、そうしなければならないものなんですよね。なるほど。例えば、過去の犯罪データに基づいて、パトロールの効率を最大化するルールを作ったとします。全体としては治安が良くなるかもしれないけれど、その計算式のせいで何もしていないのに、毎日 AI から犯罪予備軍として監視され続ける人が出てくる。まさに。計算によって切り捨てられる人が必ずいる。それが法の暴力性なんですね。では、正義とは何なんでしょうか？一方で、正義とは計算不可能なものです。計算不可能？正義とは
アルゴリズムの計算から弾き出され、システムから排除され、データすら持ったない終焉化された名もなき人々。デリダの言葉で言えば、絶対的他者に対する無限の責任を意味します。絶対的他者に対する無限の責任。重い言葉ですね。法は全体の利益が 80% になるから良しとするという計算ですが、正義は残りの 20%、いや、たった一人の見捨てられた他者の痛みにどう向き合うかという計算を超えた無限の要求なんです。したがって、法は脱構築可能ですが、この他者への責任である正義そのものは決して脱構築不可能なのです。うわー、それは強烈ですね。つまり、完璧で公平な AI の法律ができた。これで社会は正義に満ちていると安心した瞬間こそが一番危険なんだ。そういうことになります。その法律の網目からこぼれ落ちて、あんがりで泣いている絶対的他者の存在を忘れてしまっているから。だから私たちは正義の観点から今の法律やシステムはまだ不完全だ。誰かを排除している恥だと現状の法を常に疑い、脱構築し続けなきゃいけないんですね。おっしゃる通りです。私たちの研究視点から言えば、AI の発展を正しく導くための唯一の方法は、現状の AI の法が常に不完全であることを謙虚に認めることです。そして、デリダが晩年に提唱した無条件の歓待の姿勢を持つことが不可欠です。無条件の歓待。歓待ってゲストをもてなすってことですよね。はい。予測不可能な未来やまだ見ぬ未知の他者に対して、あなたが私たちのシステムの条件に合うなら受け入れましょうと審査するのではなく、条件をつけずに開かれていること。条件をつけない。システム側がデータに合致するものだけを承認するというデジタル集権主義の態度とは対極にある倫理的指針なんですよ。プロファイルに適合したからサービスを提供するじゃなくて、システムには計算しきれない他者が常に外部にいるんだという前提に立つってことですね。その通りです。少数の権力者によるシステム覇権を打破し、AI を単なる監視や支配の道具にさせないためには、知識やルールを絶対に固定化してはいけません。常に動的で未知の他者に向けて開かれているものとして捉え続けること。これこそが永遠に社会正義へと向かうための AI に対する抵抗と実践の方法なんです。いやー、頭の中のパズルが音を立てて組み上がっていくような感覚でした。それは良かったです。今回の深い探求を振り返ってみましょう。AI は決して恐れるべき新しい絶対神でもなければ、無条件に信じ込むべき真理の代弁者でもない。それは人類の過去のテキストが交差するただの痕跡の集積に過ぎないということ。そして真の意味で今の世界を否定し、より良い新しい未来を創造する力を持っているのは計算機ではなく、苦痛を感じ他者への責任に悩むことができる私たち人間、つまり友情の衆生なんだと再確認できました。私たちが自らの持つ意味を解体し再創造する力を手放さない限り、デジタル集権主義の覇権に完全に飲み込まれることはありませんから。そこで今日この深い探求を聞いてくださっているあなたに最後に一つ挑発的な思考の種を持ち帰っていただきたいと思います。あなたが明日スマートフォンを開いて AI が出力した完璧で客観的に見える答えや美しく整理されたニュースのフィードを読んだとき、こう想像してみてください。この滑らかなテキストの背後に隠され、アルゴリズムの計算によって排除されてしまった他者の声は一体何だろうか。AI が提示する枠組みの余白に気づくこと。それこそが目に見えない巨大な AI 覇権に対するあなたの最大の抵抗になるかもしれません。システムの計算からこぼれ落ちた見えないもの、排除されたものに思いを馳せること。それこそが脱構築の第一歩であり、正義への無限の責任ですね。お聞きいただきありがとうございました。今回の内容があなたに何らかの気づきをもたらすことを願っています。それではまた次回お会いしましょう。